どうも峰本です。このチャンネルでは太陽電池の科学、経済、そして未来についてお話しします。私のプロフィールは動画タイトル下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。今回からシーズン6太陽電池の理論限界効率が始まります。まずなぜ太陽電池の理論限界効率を知りたいのか、そのモチベーションを説明します。理論限界を知ることによって実際の太陽電池のどこを改善できるのか、どこまで効率を上げることが可能かを定量的に把握することができます。そして太陽電池の効率向上につなげることができます。この効率は発電量を上げることに直結する重要なパラメータです。分かりやすい例で言えば、ざっくりと計算にはなりますが、変換効率 25% の太陽電池を1ポイントだけ改善して効率 26% にできれば、発電量としては単純に 4% も増えることになります。つまり高効率化は発電量を増やすということから低コスト化に与えるインパクトも大きいということになります。さて、このシーズンでは太陽電池の基礎とともに理論限界である SQ リミットについてなるべく噛み砕いて分かりやすく解説します。第1話が太陽光スペクトルと半導体、第2話が太陽電池の動作とその透過回路、そして第3話が SQ リミットと現状の比較です。それでは今回の第1話に入っていきます。第1話のポイントはこの3点です。1点目が基準太陽光スペクトル、2点目が太陽電池の光吸収層となる半導体の近正体幅、バンドギャップですね、と短絡電流の関係、そして3点目がバンドギャップと開放電圧の関係です。今回のお話でインプットとしてどんなスペクトルを使うのか、半導体の種類によってどれだけ電流と電圧が出るのかが分かります。それでは1点目の基準太陽光スペクトルに進んでいきます。基準太陽光スペクトルです。この図は横軸が波長、縦軸が照度でして、基準太陽光スペクトルのうち波長300から1700ナノメートル、つまり太陽電池に特に関係する範囲を示したものです。これを見ると形状がガタガタであることがわかります。これは H2O 水分ですね、 O3 オゾン、 CO2 二酸化炭素、これらの吸収でガタガタになっています。そして波長500ナノメートル付近にピークがあり、これが緑色付近です。可視光は380から760ナノメートルなので、可視光領域に結構な照度が含まれていることがわかります。このスペクトルには正式な名前がありまして、 The American Society for Testing and Materials ASTM G173 スペクトラです。規定されている波長域は280から4000ナノメートルとかなり広い領域です。照度に関しては1平米あたり1キロワット、1平方センチ、この小さいセルですね、でいうと100ミリワットです。ちょっとここからはマニアックになりますが、このスペクトルはどうやって求められているのかというと、スマーツというシミュレーションソフトで計算されています。このソフトはフリーでダウンロードできます。スペクトルを計算するのにスマーツにいろんなパラメータを入れるのですが、重要なものがこのエアマス、つまり大気通過距離です。通常基準太陽光というとエアマス 1.5G スペクトルと呼ばれます。エアマス0が大気圏外のスペクトルで、エアマス1が垂直に地表まで来た場合、エアマス 1.5 というのがエアマス1の 1.5 倍です。 1.5G の後に G がついていますが、グローバルの G で直達光と散乱光の和を意味しています。通常の太陽電池だと就航しないのでエアマス 1.5G で、就航などをする場合には直達光のみを利用しますのでエアマス 1.5D を用います。それでは次のポイントの太陽電池の光吸収層となる半導体のバンドギャップと短絡電流についてお話をします。まず理解のベースとなる波長とエネルギーの関係です。この図は横軸が波長、単位がナノメートル、縦軸がエネルギー、単位がエレクトロンボルトです。光のエネルギーと波長はこの図の通り逆比例しています。次に半導体、
例えば結晶シリコンに光を入射した場合の吸収と透過を考えてみます。結晶シリコンのバンドギャップ以上、つまり 1.12EB 以上ですね。波長で考えると1100ナノメートルよりも単波長の光が入ってきた場合に、この図のように過電子体の電子が電導体に励起されて電子と正孔が生成されます。この電子と正孔を光生成キャリアと言います。つまり光のエネルギーがキャリアの生成に使われたと言えます。これが吸収です。よってバンドギャップよりも小さいエネルギーの光が入ってきてもキャリアを励起できないので、吸収されずに光は透過してしまいます。つまりバンドギャップよりも小さいエネルギーの光に対しては結晶シリコンは透明ということです。次に各種半導体と太陽光スペクトルのマッチングについてお話しします。こちらの図は基準太陽光スペクトルです。ここに各種半導体のバンドギャップをプロットしていきます。まずバンドギャップが小さい方、つまり超波長側から見ていきます。こちらがカッパーインジウム SE2 CIS ですね。でバンドギャップが 1.0EB、 波長にすると1240ナノメートルです。これよりも単波長の光が吸収されます。つまりこれよりも超波長の光は透過するということです。次に結晶シリコンで 1.12EB、 1100ナノメートルでこれよりも単波長の光を吸収します。そしてガリウムヒ素やカドミウムテル、カドテルですねが 1.4EB ぴったりではないのですが、この辺でして波長でいうと870ナノメートル。次にペロブスカイト MAPBI3 鉛系ですねでいうと 1.55EB で800ナノメートル。そしてカッパーガリウム SE2 CGS ですねで 1.68EB で740ナノメートルよりも単波長を吸収するということになります。バンドギャップが大きくなると吸収できる量が減っていくということになります。そしてバンドギャップよりも大きなエネルギーの光を全部吸収し、再結合ロスも考慮すると理論限界の短絡電流を求めることができます。でこの図がバンドギャップと短絡電流の限界値の関係です。この詳細な求め方は第3話でお話しします。バンドギャップが増加すると超波長の光の透過が増加しますので、短絡電流密度 JC が減少します。ちょっとガタガタしているのは基準太陽光スペクトルがガタガタしているからです。でここに各種太陽電池材料をバンドギャップが小さい方からプロットしていきます。まず CIS だと 48.2mA スクエアセンチメートル、結晶シリコンであれば 43.8、ガリヒ素カドテル、厳密にはバンドギャップが少し違いますが 33mA スクエアセンチメートル程度、ペロブスカイトであれば 27.2、 そして CGS では 23.1 ということで CIS の半分ぐらいになります。でこれが理論限界値なので、実験値と比較することでその伸びしろを明確に示すことができます。そして結晶シリコン太陽電池モジュールで考えてみると、例えば結晶シリコンセルウェハですねが156ミリ角であれば理論限界でいうと 10.7 アンペア出ることになりますし、薄膜太陽電池モジュールで例えばカドテルで考えるとセルの幅が5ミリで長さが2メートルということであれば 3.3 アンペア出るということになります。結晶シリコンの約3分の1ぐらいですね。次にバンドギャップと電圧の関係を見ていきます。この図がバンドギャップと開放電圧 VOC の限界値の関係です。これを SQ で求めるのですが、詳細は第3話でお話しします。バンドギャップが大きくなると VOC も大きくなります。この PN 接合のバンド図で簡単に説明すると EC 電導体ですね、このエネルギー差、この例では EV のエネルギー差とも一緒ですが、このエネルギー差に VOC が比例します。でさらにこのエネルギー差はバンドギャップに比例するということで、バンドギャップが大きくなるほど VOC も大きくなるということになります。つまり JC とは逆の動きですので、バンドギャップに最適値が出てくるということになります。先ほどと同様に、ここに太陽電池材料をプロットしていきます。 CIS だと 0.76V、 結晶シリコンだと 0.87V、
ガリヒソカドテルだと、厳密にはバンドギャップが違いますが 1.1V 程度、ペロブスカイトだと 1.27V、 そして CGS だと 1.38V ということになります。これ、ざっくりとした簡単な覚え方としては、バンドギャップから、0.2 から 0.3 を引けば理論限界の VOC になります。このように VOC の限界とバンドギャップの関係が分かれば、今開発している各種太陽電池のどこに伸びしろがあるのかということを明確に示すことができます。それでは第1話のまとめに入ります。第1話のまとめです。1点目が基準太陽光スペクトルでした。スマーツというシミュレーションで計算して波長は280から4000ナノメートル、照度は 1kW 平米です。2点目がバンドギャップと JSC の関係で、バンドギャップが大きくなると透過が増えますので JSC が下がるということです。結晶シリコンでは 43.8mA スクエアセンチが理論限界です。最後にバンドギャップと VOC の関係で、バンドギャップが大きくなると JSC とは逆に VOC が大きくなります。よって最適なバンドギャップが存在すると。そして結晶シリコンでは 0.87V が SQ での限界値です。はい、ここまでが第1話でした。次回は太陽電池の動作とその透過回路について解説します。第2話のポイントはこの4点です。1点目は電流密度電圧、つまり JV カーブの見方。2点目は太陽電池の透過回路。3点目はそのダイオードパラメーターの影響。そして最後に照度の影響、屋外と屋内についてお話をします。それでは1点目の JV カーブに入っていきます。この図は横軸が電圧、縦軸が電流密度で、太陽電池の出力特性で JV カーブです。特徴はある電圧以上で急激に電流が変化しています。これがダイオードの振る舞いです。ここに出力電力 P を重ねて書いてみます。右軸に電力のラベルを足しました。これをどうやって書いたかというと、電力は電流×電圧なので V イコール0から見ると、V イコール0なので P も0になります。原点ですね。V イコール0から電圧を増やしていくと、電流は 0.6V ぐらいまでは一定なので P はリニアに増加します。そして 0.6V を超えると電流が急激に減るので P も減少します。ということで、この例では 0.65V ぐらいに P のピークが来ます。つまりある電圧で電力が最大になるということなので、太陽電池に接続する負荷、この値によって太陽電池から出力できる電力が変わります。実際に太陽電池を使用する際にはマキシマムパワーポイントトラッキング、略して MPPT と言います。日本語で言うと最大出力点追尾、これが必要になってきます。次に JV カーブから得られる太陽電池パラメータについて説明します。この JV カーブが標準試験条件 STC で測定されたものとして、まず JC 短絡電流密度です。これは V イコール0、つまり電圧がかかっていない太陽電池が短絡した状態を指していますので、この時に最も高い電流が得られて、これを短絡電流密度と言います。次に開放電圧です。これは J イコール0、つまり電流が流れていない状態ですね。太陽電池が開放されているということで開放電圧と言います。太陽電池が出力できる最大の電圧です。そして Pmax というのが最大出力電力です。これは PV カーブの方を見て P が最大になっているところ、電力が最大になっているところです。この時の電圧と電流をそれぞれ Vmax と Jmax と言います。次に曲線因子フィールファクター FF です。これはこの JV カーブがどれだけ真四角ですねに近いかを表しています。式としては Vmax×Jmax、すなわち Pmax のことですね。これを VOC と JC の積で割ったものです。そして変換効率ですが、 VOC と JC の積が高効率化のポテンシャル
と言われるもので、ここに FF をかけると変換効率になります。もしくは単純に Pmax を入力である 100mWh/s で割ると効率になります。太陽電池モジュールのカタログには、FF はほぼないと思いますが、これらの太陽電池パラメータの数値が記載されています。では次のポイントの太陽電池の透過回路に進みます。太陽電池の透過回路図です。低電流源、ダイオード、そして直列抵抗と並列抵抗から構成されます。太陽電池から出力される電流を I、電圧を V とします。低電流源からは光生成電流の IL が出力されています。これがもしもダイオードにも並列抵抗にも電流が流れない状態、つまりダイオードの両端にも並列抵抗の両端にも電圧がかかっていない状態、つまり V=0 の短絡状態であれば IL がそのまま出力されます。つまりこの時の IL=ISC です。ただ太陽電池が電圧を出力している状態、つまり V が0でない時にはダイオードにも電流が流れて、これを ID とします。この流れ具合はダイオード理想因子である N と逆方向飽和電流である I0 で記述されます。このダイオードが太陽電池の心臓部である PN 接合に対応します。そしてダイオードに並列につながっている抵抗が並列抵抗で、ここにも電流が流れることがあり、これをシャント電流とか漏れ電流と言います。例えば太陽電池の面内でボイド、穴のことですね、があって、表面電極と裏面電極がショートしたりすると並列抵抗が下がって漏れ電流が多く流れてしまって太陽電池の効率が下がります。つまり並列抵抗は高い方が良いということになります。次に RS は直列抵抗のことです。例えば電極の接触抵抗とか透明電極のシート抵抗などが直列抵抗を増加させる原因になります。これは小さい方が良いということになります。よって太陽電池の出力電流である I は光生成電流である IL からダイオード電流 ID を引いて、さらにシャント電流 ISH を引いたものになります。で、項が3つしかないので結構単純です。これをもう少し詳しく書いたものがこの2行目の式です。I が出力電流、IL は光生成電流、ダイオード電流は I0× エクスポネンシャルの Q V プラス IRS 割る NKT-1 で記述され、シャント電流は V プラス IRS 割る RSH となります。ここで Q が電気総量、T が素子温度、K がボルツマン定数です。ここで電流の絶対値ではなくて太陽電池の面積で割った電流密度に置き換えてみます。さらに J が V の関数であることを明記するために J(V) とすると、この赤字で書いた式になります。これで先ほどの STC 下での JV カーブとリンクすることができます。ここで仮に JL=JC であり、理想的な場合を考えて N は1、RS は0、RSH は十分に大きいとすると、このような単純な式になります。つまり J=JC マイナス J0 エクスポネンシャル QV オーバー KT マイナス1です。だいぶシンプルになりましたね。このシンプルになった JV の式を第3話の SQ リミットの計算でも用います。さて次に実際の太陽電池の JV カーブの例を示します。太陽電池の JV カーブの例です。これは 26% を超える結晶シリコン太陽電池の JV カーブをダイオードパラメータをフィッティングして再現したものです。これは金香さんの結果で参考文献をグラフ下に示しています。太陽電池パラメータは効率が 26.3%、JC が 42.3mAh/s、VOC が 0.744V、FF が 0.837 です。この値になるように先ほどの簡単化する前の JV の式、この下に書いてあるものですね、にダイオードパラメータを調整、すなわちフィッティングしてこのダイオードパラメータを求めました。その時のパラメータが RS が 0.32、RSH が1メガ、
N が 1.00、J0 が11フェムトアンペアパースクエアセンチです。このように JV カーブがあればフィッティングでダイオードパラメータを求められるので、 PN 接合が悪いとか直列抵抗が大きいとか漏れ電流が大きいとかの分析ができます。では次にこの 26% 超の JV カーブをベースとしてダイオードパラメータを変えていくと JV カーブがどんな風に変わっていくのかを次のポイントでお見せします。3番目のポイント、ダイオードパラメータの影響です。まず直列抵抗 RS の影響です。先ほどの 26% の JV カーブでは RS が 0.32 でした。 RS は小さいほどいいのですが、この RS を増加させていくとこんな感じになります。まず1オームスクエアセンチ、次に2、そして5オームスクエアセンチ、元の数値よりももう10倍以上ですね。こうなると明らかに JV カーブが左に倒れてきているのが分かります。そして10、15、20、ここまで来ると JV カーブが左に倒れすぎて JC まで下がってきます。そして40、100、200です。こうなると水平に地を這うような JV カーブになります。この変化をまとめると RS の増加につれて VOC 付近の傾きが小さくなります。 VOC は変わらず FF がどんどん低下していきます。そして極端に RS が大きくなると JC まで下がってしまうということになります。電極の接触抵抗が大きいとか、電極が断線しかかっているとか、透明電極のシート抵抗が大きいとか、こういったことがあると、この図のような JV カーブを示すことになります。次に RSH について見てみます。 RSH の影響です。最初は10の6乗オームスクエアセンチです。 RSH は大きい方が良くて、小さくなっていくと漏れ電流が増えるので性能が低下します。今回は RSH を小さくしていきます。 RSH が10の3乗1000ですね。そして300、100、ここまで来ると明らかに JV カーブが低電圧側から潰されているというか、右肩が下がってきているような形になります。次に50、30、20、10、5、そして1になるともう JV カーブがほぼ垂直になります。この動きをまとめると RSH が低下すると JC 付近の傾きが大きくなります。 JC 付近の傾きが大きくなります。 VOC が低下し FF が低下し、そして極端になると JC も低下します。例えば薄膜の太陽電池でボイド穴ですねがあって、表面電極と裏面電極がショートしたり、あるいは光吸収層そのものの抵抗が低すぎたりすると、こういったことが起こります。さて次に J0 の変化を見てみます。逆方向飽和電流密度 J0 の影響です。 J0 はキャリア再結合に関するパラメータなので、これは小さい方がいいです。 J0 を大きくしていた場合を今回見てみます。まず10倍大きくなって10のマイナス13乗、次に100倍になって10のマイナス11乗、さらに100倍の10のマイナス9乗、さらにその100倍の10のマイナス7乗、最後にまた100倍の10のマイナス5乗と大きくしていくとこんな感じになります。この変化をまとめると J0 を桁で増加させてみましたが、 JV カーブの形状には大きな変化がないので FF が激減することはないのですが VOC が低下します。 JC は変わりません。ということで J0 が小さい方がいいというのが分かります。でバンドギャップを増加させると J0 が小さくなります。次にダイオード理想因子 N 値の影響を見てみます。理想が 1.0 で今から N 値を大きくしていきますが、ここで注意すべきなのが、もしも J0 が一定で N だけ大きくなると実は VOC は増加しますが、実際にはそんなことは通常はなくて、 N 値が大きくなると J0 も一緒に大きくなります。ということでここでは N 値が大きくなる場合に J0 も大きくして、仮に VOC が一定とすると N 値を変えた場合にどんな JV カーブになるのかを示したいと思います。いろいろ言いましたが VOC 一定の場合の N 値の影響を見ていきます。
N を 1.0 から 1.2 にすると JV カーブがちょっと内側に丸くなります。 1.4、1.6、1.8、そして 2.0。 このように N 値を増やしていくとどんどん JV カーブが内側に丸くなだらかになっていきます。つまり N 値が増加すると VOC 一定の条件では FF が低下することになります。この時 JC は不変です。このようにダイオードパラメータを変えるとそれぞれ特徴的な JV カーブの変化を示します。つまりこういった JV カーブの変化を理解しておけば、どんなところが悪くなったのかというのを理解することができます。では次のポイントに移ります。最後のポイントの照度、光の強さですねの影響です。照度3の影響です。13というのが基準太陽光の 100mW/s を指します。13というのが例えば東京の夏のカンカン照りの時に対応するということで、ここから照度を下げていった場合の JV カーブを見てみます。まず 0.53 です。 JC が半分ですが VOC の低下は大きくないと。次に 0.23、 0.13、0.053 です。ここからは VOC 付近のクローズアップも同時に示していきます。 0.023、 0.013、 0.0053、 0.0023、そして 0.0013、 1000分の13ですね。この動きをまとめてみると、照度と JC がリニアであるとすると、照度が下がった分だけ JC も下がりますが VOC の低下はそこまでは大きくありません。13は夏のカンカン照り、0.13 は曇天というかもうほとんど雨天ですね。そして 0.01 とか 0.001、 つまり100分の1とか1000分の13というのは室内光のレベルです。この計算から分かるのは VOC の低下というのは限定的であって1000分の1の照度、すなわち室内光にしても VOC は 25% 減程度に抑えることができるということになります。ただしこれは漏れ電流が十分に小さい場合のことで、もしも RSH が小さい場合にはこのようにはなりませんので注意が必要です。もっと VOC が下がってしまいます。つまり十分に RSH が大きくて J0 が小さい太陽電池であれば室内の電圧供給源として期待できるということになります。例えば最近非常に注目されているペロブスカイト太陽電池はシリコンよりもワイドギャップなので J0 も小さいでしょうし RSH を十分大きくできると思いますので、屋外だけでなくて室内用途にも期待できると言えると思います。それでは第2話のまとめに移ります。第2話のまとめです。1点目は JV カーブについてその見方と太陽電池パラメータについて説明しました。2点目では太陽電池の透過回路の構成要素を示して太陽電池の JV カーブの式を説明しました。3点目では4つのダイオードパラメータをそれぞれ変えた場合の特徴的な JV カーブの形の変化を示しました。これでデバイス内のどんなところが悪いのかというのをある程度把握できます。最後に照度の影響をお話ししまして、室内光でも VOC の低下は限定的にできる例があるということをお話ししました。はい、以上が第2話でした。次回がこのシーズンの最終回で SQ リミットとは何か、SQ リミットと現状についてお話ししたいと思います。太陽電池の理論限界効率、この理論ですがどんなものが使われるかというと、この1961年にショックリとクエイサーが発表した論文 Detail Balance Limit of Efficiency of PN Junction Solar Cells に記載されている彼らのイニシャルを取った SQ リミットです。太陽電池の世界で大変有名な理論で、太陽電池の研究者ならば誰もが聞いたことのある理論です。ただ少しとっつきにくい部分もあるので、まだ理解しきっていないという研究者も一定数いると思っています。今回のお話でざっくり理解できると思います。さて第3話のポイントはこの3点です。1点目は SQ リミットにおけるキャリア生成と再結合の過程。2点目は SQ における JV カーブの式。そして3点目で SQ リミットと実践のデバイスのこの比較を行います。それでは1点目のキャリア生成と再結合に入っていきます。
SQ におけるキャリア生成の過程です。この図は基準太陽光スペクトルです。SQ におけるキャリア生成は、半導体のバンドギャップ以上の光は完全に吸収するというものです。つまり、後の再結合のところの説明でも出てきますが、半導体のバンドギャップ以上のエネルギーを持つ光に対して黒体ということです。結晶シリコンの場合にはバンドギャップが 1.12EB なので、波長でいうと1100ナノメートルよりも単波長のこの黄色で示したところを完全に吸収してキャリア生成するという過程です。これは結構シンプルな過程だと思います。次にキャリア生成の逆であるキャリア再結合についてですが、まずキャリア再結合プロセス、これの種類についてお話しします。キャリア再結合プロセスです。まずバンドギャップよりも大きなエネルギーの光が入射すると、光のエネルギーによって価電子体の電子が電導体に励起されて、価電子体に正光、電導体に電子が生成されます。これが先ほど説明しましたキャリア生成です。この励起されたキャリアが再度結合すること、この再度結合することを再結合と言いますが、そのプロセスには3種類あります。1つ目が輻射再結合です。これは励起された高エネルギー状態のキャリア、これが再結合する際にこのバンドギャップに対応するエネルギーを持つ電磁波を輻射するというものです。つまり光のエネルギーがキャリア励起に使われて再度再結合するときに光エネルギーになるというものです。次が SRH 再結合です。 SRH とはショックリー、リード、ホール再結合というもので、人の名前ですが、その意味はバンドギャップ内の欠陥順位、はしごのようなものですね。これを介して熱を出しながら再結合するというものです。最後の一つが OJ 再結合です。これは再結合の時のエネルギーを他のキャリアに与えるというもので、これもまた最終的には熱になります。これらの3つの過程で現実のデバイスで最も影響が大きい、つまり支配的な再結合はこの真ん中の SRH 再結合です。つまり高効率化の鍵としては SRH を減らすように結晶品質を上げるとか不純物を減らすということになります。結晶シリコンを例にすると SRH を減らしていくと、次に OJ 再結合に支配され、最後に輻射再結合が残ります。実際のデバイスでは結晶シリコン、ガリウムヒ素、ペロブスカイト太陽電池ではかなり SRH が低減できていますが、 CIS やカドテルでは SRH にまだまだ低減の余地があります。さて SQ リミットでは理想的な場合を考えて、この3つのプロセスのうち輻射再結合のみを考慮しています。つまり結晶品質が極限まで良くなって SRH が0、そして OJ は現実には0にはできませんが SQ では考慮していません。これを考慮した計算ももちろん可能です。ただ今回はその詳細には触れません。数値でざっくり言うと OJ を考慮すると結晶シリコンの場合には SQ リミットよりも変換効率で言って 2.5% 程度下がります。さて次に輻射再結合についてお話ししますが、そのベースとなる概念として黒体輻射があります。黒体輻射とは何かです。まず黒体とは何かですが、入射する電磁波を完全に吸収するものです。かつ自身の持っている温度で決定される分布を持つ電磁波を放射します。この放射のことを黒体輻射といって、その分布というかスペクトルですね、これはプランクの法則に従って計算することができます。この図が太陽が放射するスペクトルで、6000ケルビンの黒体輻射でうまく近似できます。では太陽電池の輻射再結合、これはどのように計算するのかというと、太陽電池を黒体とみなして計算します。この図が298ケルビン、すなわち25度 STC の黒体輻射スペクトルです。ピークはずっと超波長側にありますので、ここでは
裾野のかなりの端の端を見ているということになります。太陽電池は先のキャリア生成の時にも触れたように、バンドギャップ以上のエネルギーの光に対して黒体とみなしますので、どんなスペクトルを放射するのかというと、結晶シリコンを例にとって考えると、1100ナノメートルよりも単波長のこの黄色でハイライトした非常に小さい領域の電磁波を放射します。これがすなわち輻射再結合ということです。そして輻射再結合のピークはずっと超波長側にありますので、バンドギャップが大きくなるほど裾野の端に行くということになります。よってバンドギャップが大きいほど輻射が小さい、すなわち再結合が小さくなります。はい、ここまでが SQ の根幹となるキャリアの生成と再結合でした。それでは次の JV カーブの式に進みます。 SQ における JV カーブの式です。この式は第2話で解説しました太陽電池の透過回路の式です。下には透過回路図を示しています。 SQ リミットの場合もこの JV の式で考えることができ、ここに SQ の仮定を入れていくことで SQ における JV カーブを求めることができます。この式について簡単におさらいすると、 J が V の関数であることを示していて、これが太陽電池の出力電流です。 V が出力電圧です。 JL が光電流です。実際のデバイスでは JL は電圧によって変化しますが、ここでは一定で JSC とします。半導体のバンドギャップや光の強度によって主に変化します。次にこの項が JD でダイオード電流です。太陽電池の心臓部である PN 接合に対応する部分です。バンドギャップによって主に変化します。そしてシャント電流です。これはダイオードに並列に流れるということで漏れ電流に対応するものです。さて、この式のパラメータたちにおける SQ の仮定を説明していきます。まず JC ですが、先に説明しましたように、この図のようにバンドギャップよりも大きなエネルギーを持つ光を完全に吸収するとして計算します。ここで再結合ももちろんありますが、 JC に対して非常に小さいので無視して構いません。そして J0 はこの SQ の根幹なので、この後で説明するとして、次に RS ですが、抵抗ロスがない理想ということで RS イコール0とします。 N 値は 1.0 と置きます。そしてこの項を無視できるほど RSH が十分に大きいとします。最後に肝心の J0 ですが、太陽電池の黒体輻射で決定されます。ここでさっきのスライドに戻って輻射再結合と J0 の関係を説明します。このグラフが298ケルビンの黒体輻射スペクトルを表していて、バンドギャップよりも高いエネルギー、すなわち単波長の光を放射すると言いました。この黄色で示した非常に小さいところですね。この放射イコール輻射再結合ということは、この放射されるフォトンに電気素量をかけると J0 になります。またバンドギャップが大きくなると輻射が減るので J0 も小さくなります。これが SQ リミットにおける J0 の求め方の根幹です。さて、元のスライドに戻ります。これで SQ における全てのパラメータを求めることができました。この式は RS イコール0とか RSH が十分に大きい N イコール1という仮定を入れると簡単化できて、このような式になります。J イコール JC マイナス J0 エクスポネンシャル QV オーバー KT マイナス1ですね。これで SQ リミットの JV カーブがかけて SQ リミットにおける太陽電池パラメータを求めることができます。この式の使い方ですが、ある太陽電池材料の理論限界効率を知りたいとして、太陽電池材料を決めるとバンドギャップが決まります。そしてバンドギャップを決めると JC と J0 が決まります。そうするとこの JV カーブが書けますので、理論限界効率を求めることができます。またもちろん電流と電圧の限界値も求めることができます。ただしあくまで輻射再結合のみを考慮していると覚えておいてください。結晶シリコンの場合には OJ 再結合を加味すると 2.5% ほど効率が下がります。それでは次のポイントの実験と
SQ の比較に入っていきます。まずは実験と SQ の JV カーブの比較例です。こちらは 26% を超える高効率な結晶シリコン太陽電池の JV カーブです。金川さんの論文から JV カーブを再現しました。効率は 26.3%、JC は 42.3%、VOC が 0.744、FF が 0.837 です。バンドギャップを 1.12EB として SQ リミットの JV カーブを書いてみるとこのようになります。理論限界なので JV カーブが大きくて実験値が内側に来ます。SQ リミットの効率は 33.2% で実験値プラス 7% 程度です。JC は 43.8 で実験値プラス 1.5、 VOC は 0.873 で実験値プラス 0.13 程度。だいぶ伸びしろがあります。 FF は 0.869 で実験値プラス 0.033 です。このように実験と理論限界を比較することで本質的にどこに伸びしろがあるのかを明確にすることができます。次にもう少し一般化してバンドギャップに対する SQ リミットを示します。理論限界効率とバンドギャップの関係です。形状がガタガタなのは太陽光スペクトルがガタガタだからです。形を見ていくとピークが2つあります。で、1つ目が 1.14EB 付近、2つ目が 1.34EB です。1つ目のピークに近いのが CIS と結晶シリコンです。2つ目のピークに近いのがガリウムヒ素とカドミウムテルルです。そしてペロブスカイトの場合には若干バンドギャップが大きいのですが構成元素を調整、例えば鉛の一部を錫に置換するなどでバンドギャップを小さくできるのでこのピークにマッチングさせることもできます。そして SQ リミットから言えばこの黄色でハイライトしたバンドギャップの広い範囲 0.9 から 1.6EB で効率 30% 以上が得られることになります。それでは次に各太陽電池パラメーターの限界値と実験上の世界最高記録ワールドレコードの比較を行っていきます。 JC の SQ リミットとワールドレコードの比較です。横軸がバンドギャップで縦軸が JC、 そして赤の線で SQ リミットを示しています。黒いシンボルがそれぞれの太陽電池材料で SQ を 100% として SQ に対する割合を示しています。この図を見ると結晶シリコンが理論限界に最も近くて SQ に対して 97.4% のところまで来ています。実験的にこれ以上改善するのはかなりハードルが高いといったところまで来ています。次にガリヒソカドテルが SQ に対して 90% 台前半、そして CIS とペロブスカイトは 80% 台の後半なのでまだ改善の余地があると言えます。次に SQ と VOC です。ガリヒソが最も SQ リミットに近く 98.0% のところまで来ています。ガリウムヒ素は太陽電池の高効率化手法、例えば高品質結晶成長やヘテロ構造、フォトンリサイクリングなどが結集されていて、さらに SQ の最適バンドギャップにも近いことから非常に高効率化が進んでいます。まさに太陽電池のお手本とも言うべきものですので、コストが低下できれば幅広い領域で利用が拡大するのではと思います。次にペロブスカイトも限界に近くて 96.8% まで来ています。多結晶薄膜でかつ全く異なる材料からなるヘテロ構造を持っているのにこの高い VOC というのが驚異的でペロブスカイトの凄さがわかる値です。そして CIS は 80% 台後半、結晶シリコンとカドテルは 80% 台前半なのでまだまだ改善の余地があると言えます。次に FF です。結晶シリコンが SQ リミットに最も近くて 97.7% です。次いでガリウムヒ素が 97.0% です。やはりこの2つの材料で優れた値が得られています。CIS とペロブスカイトは 90% 台前半、カドミウムテルルは 80% 台後半ということでまだまだ改善の余地があると言えます。そして最後に効率です。SQ リミットに対して 90% を超えているものはまだありません。ガリウムヒ素が最も限界に近くて 88.7%、 結晶シリコンとペロブスカイトは 80% 台前半、 CIS は 70% 台前半、そしてカドテルは 60% 台後半ということでまだかなり改善の余地があることがわかります。
この計算の SQ リミットは王子再結合を考慮していないので、完全とは言えませんが、実際のデバイスと限界値の比較が明確にできますので、 SQ リミットはとても良い指標になると思います。それでは第3話のまとめに進みます。まずポイントの1点目として、 SQ リミットにおけるキャリア生成と再結合の過程について説明しました。太陽電池をバンドギャップ以上のエネルギーを持つ光に対して固体とみなすというのが SQ の根幹をなす考え方です。ポイントの2点目として JV カーブの式を示して、 J0 は輻射再結合から計算するという SQ の重要な過程を説明しました。そして最後のポイントで SQ リミットと実際のデバイスとの比較を行いました。太陽電池の高効率化は総発電量の向上に大変有効で、かつ今回の比較でも分かるようにまだ伸びしろがあることが明らかです。今後も高効率化の研究開発は着々と進められます。はい、以上が第3話で、今回でシーズン6が終了です。このシーズンはだいぶ太陽電池の研究よりの話でした。今回でかなり太陽電池のことが分かっていただけたのではと思います。特に SQ リミット、なんとなく難しそうだなと敬遠されていた方も、今回で結構シンプルだなとか分かったと言ってもらえると嬉しいです。それではまた次のシーズンでお会いしましょう。